こんにちは、けいこです。旅行先のベトナムはハノイにて、左の股関節頸部を骨折して、ハノイで人工股関節全置換術っていう手術を受けまして、早3ヶ月、今日でぴったし3ヶ月になります。最初の1ヶ月は体の回復と脚力を戻すこと、それに重点を置いた生活をしていました。2ヶ月目以降は軽い立ちポーズなども普段のエクササイズに入れております。もちろん一番のリハビリは歩くことだと思っておりますので、だいたい6、7キロ歩ける日は歩いてます。手術から3ヶ月経って左右の足の機能の差、柔らかさなどにまだかなりの差がありますので、今はこんな感じなんだよっていうのを分かりやすいポーズで説明しております。こういったものも個人差がありますので、参考程度にご覧ください。私が受けた人工股関節全置換術の高速法アプローチ術というのは、お尻からももの外側にかけて切開する手術で、大臀筋、中臀筋という大きな筋肉の他にも他の軟組織、腱なども切断します。ですので、最近流行りの筋肉を切開しない前方系アプローチの術式に比べると、かなり回復には時間がかかります。ただ、アプローチ法に限らず、人工股関節を入れた人は、その後の人生は脱臼がしやすくなるので、脱臼に気をつけた行動様式を取る必要があるようです。X 線写真の方をご覧になると分かるかと思うんですけれども、向かって右側ですけれども、左の股関節の方に入れた人工股関節の球っていうのは、本来ある骨の大きさよりも少し直径部分が小さくなっているの分かりますでしょうか。ですからね、どうしてもね、外れやすくなるんですって。術後数ヶ月は、特に私のような後方系アプローチで手術を受けた人は脱臼しやすいので、それに気をつけたようなエクササイズを続けています。まず1つ目、ヨガでは針の穴のポーズと言います。特に股関節、お尻周辺ですね、そのあたりが硬い人、動かしにくい人に有効なポーズとされております。このポーズはももの縦方向と横方向両方が影響するポーズです。今の私は術後3ヶ月とは言っても、まだ怪我をしていない右足に比べて、左足は縦方向にも横方向にも角度が浅くしか動きません。ですから左右のこの2つの動画を見ると、全く違ったような形のポーズに見えますよね。次のポーズがこちら、牛面のポーズというのですけれども、その足の部分だけです。これはですね、右足を上にするときも左足を上にするときも、どちらも左足が動かしにくかったです。左足のももの付け根周辺全体がやっぱりまだ硬くて、どの方向に左足を持っていくのも苦労してます。特に向かって左側ですけれども、上に重ねた左足はもうここから全くびくともしない感じで動きませんでした。これは本来膝の中心同士が重なるポーズなんですけれども、左側の絵に関しては全く違う形のポーズに見えますね。ヨガの座ったポーズっていろいろ足の形の名前があるんですけれども、ここではちょっともうめんどくさいので、足を組む、膝を組むポーズという言い方で統一しておきます。あぐらをかくという言い方でもいいです。というか、あぐらをかいているつもりなんですけれども、全然あぐらをかけておりませんよね。体が後ろに倒れそうになるので、後ろに手をついて体を支えてます。このように体に無理がかかったままの姿勢で長くいると、体に悪いところは増えてもいいことは何もないので、腰を伸ばしやすくするようにお尻を
まず枕に乗せてみました。さっきよりも腰が伸びて骨盤は平行にもなってますし、その分膝も開きやすくなってます。でもやっぱりまだ不安定なので枕をもう1個増やしてみました。この足の形は座位でヨガのね、前屈やひねりなんかの時に使うんです。ですから条件としては膝の高さが同じっていうことが条件になるので、今後この足の形でヨガをする時には座布団2つ分ぐらいの高さが私には当面必要ってことです。先ほどのあぐらは左足がねちょっと体から離れてたんです。だけど左足のかかとを体に近づけるような座り方をするとね、すごく安定するんですよ。つまり左足はそれだけまだまだ可動域が狭いってことです。ヨガでハスのポーズって言われる結跏趺坐の足の形があるんですけれども、それができるようになるまで体が戻るのに一体どのくらい時間がかかるんだろう。1年では足りない気がする。2、3年かな。もっと簡単に見える形で左右の足の機能の差を見ていきたいと思います。まずこれがヨガでいうところのパダコナーサナ。仰向けに寝て骨盤を床の平行に置きます。それでかかとをできるだけ体に近づけて膝を横に開きます。左の膝がまだ床から浮いてます。これは針の穴のポーズの準備ポーズです。ここから今伸ばしている方の足の膝を立てていきます。右膝はパッキリと開くんですけれどもね、そもそも左足は右ももに左足を乗せることからして結構大変で、その後も開ききらないので腰がねちょっと不安定になるんですね。だから腰を安定させるためにもこのようにもものちょうどいいところにブロックを置いて体を安定させてます。これは手術から10日後ぐらいです。同じように針の穴のポーズの最初の方をしてるんですけれども、ここが限界でした。これだけでもすんごく股関節とお尻が伸びて気持ちよかったですよ。次に立った状態からももを上げてみました。まだ左右で10度ぐらい差がありますね。でも1ヶ月半前に比べるとだいぶももが上がるようになってきました。さらにこの動画なんて手術の10日後ぐらいなんですけれども、全然足上がってないじゃないですか。これ多分30度ぐらいも上がってないんじゃないかな。その頃に比べると父たる歩みではあるのですが、日々自分の中ではあれもこれもできるようになってきたなと思うことの方が多いので、今後も腐ることなくリハビリを続けていきたいと思ってます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。またね。